食材としての興味ですよね。坊主銀行、これ熊です。黒マナガツオ。月の熊なんだ。28年目なんで何十年って言っていいかな、28年ぐらいで。でかいっすね。でかいっす。研究所とかラボみたいな。驚かせようと常にしてるので新しい食材をこう出してきてくれるのすごく面白いというか、毎回こう美味しく楽しくって感じで。健太郎さんで食べるところとよそで食べる熊は違うんだ。熊のうどん食べたことある抑えてなかなかいないと思発想が違うんですね。う。ロケンローラーですから。元気いっぱい。今にも結構もうこう向き始めたらめっちゃ。ああよかった今日来てって思えるもん。ありがとうございます。どうも。私よ。よろしくお願いします。お願いします。行きましょうか。あ、いやいや、もうでももうそんなもん僕もここ何十年も通っとうけ、もうその大体必要なものがどこにあるかは大体ですね。ちょっと待ってください。この辺でいいかな。今日失敗するかもしれないけど、僕に買っとこう。ありがとうございます。どうもありがとうございます。なんかそれっぽい。カラスミです。いい感じ。あと2、3日でいい具合ですね。これ低温調理器です。あれなんですよ。僕一人で調理してるんで、こいつら社員みたいなもんなんですよ。ってことですね。63度でからあとお前これ3時間煮込んどけよみたいな。その機械を駆使してやらんと店が回らないんですよね。これがクジラのさえずりです。こんなボヨヨーンとね。すげえ手強いね、生のさえずり。手強い。今からちょっと試しで、今からすぐやってみるけど、その85度ぐらいの温度帯で黒がめくれるんやったらもうそれで OK やし、福徳っていう近所のお店の超繁盛店の大将、お正月のオードブルに入れるのに一緒に買ったんですよ。9キロぐらいあるんで、ちょっと声かけさせてもらって、ちょっとうち1軒だけで9キロのあれはクジラは荷が重いけ。よし。完了。これは今から調理していくんですか？いきます。塩入れですね。あるけど、ちょっと今回は結構掘り下げてからもっとこう科学的にやったりとかいろいろちょっと掘り下げて、先輩たちに教えてもらったやり方っていうのはあるんですけど、なんでそうなのかっていうことがわからないんですよね。ある先輩は何日間かぬかにつけるとか、そうかと思ったら米ぬかは全く使わないっていう説もあるし、なんで今回は米ぬかを全く使わない説を押してみようかなと。この黒いのは未来に当たるんですか？そうですね、下の表面ですよね。この表面のこの油です。匂いが出るっていう。どれぐらい本当に匂いがあるのか、後で湯がいて自分で食ってみようかなと思います。クジラのさえずりを炊く時の
匂いの犯人なのだろうかっていう、ね、検証をちょっと科学的にどうなのかとか、こうなんかちょっと気になるじゃないですか。でなんかちょっと掘ってみたりはしますよね。検証すると理解できるじゃないですか。これはニタリ。ニタリクジラ。ニタリクジラ。これね、北海道とか三陸とかあの辺の木って書いてました。どういうことやん。はい、こんな感じでなんとか黒皮を取りました。はい、今から火入れします。今から昆布だしを引きます。これは北海道の羅臼です。減圧調理器ですね。昆布だしの昆布のグルタミン酸の抽出はこう何度がいいっていうのはまあみんな考えてやってるみたいだけど、僕は60度でやってます。本当にラボですね。まあそのね、料理ってその結局その理屈とかこう、まあ、本当理科みたいなところがあるんでですね。餅がしっかり取れてますから液体になっております。沸かすことによってこうやってアクも浮いてくるし、で酸素を追い出して酸化しにくくなるので、餅が全然違うんですよ。いやもうこれもう全ての料理に、うちのお味の基本ですね。ああすいません。強烈なんだ。とこれ身ね。身です。はい。よっしょ。こいつがですね、坊主銀宝。すげえ顔してる。骨と骨の間にこういうふうに軟骨になってますよ。包丁入れるとスコーンって切るんです。今みたいに力入れなくても。はい、坊主銀宝の頭。でけえなこれ。でかいっすね。でかいっす。
27年前か、すごい僕年の離れた兄がいて、ここお店をオープンさせたんですよ。それで兄が自分の子供の名前付けたんです、健太郎って。僕の師匠と僕にこう任せてくれてたんですよね。だからオープンして2年ぐらいして兄が亡くなっちゃって、変えるつもりもさらさらなく、今でも健太郎遊び割烹、それは僕がつけたんですよ。バキバキの割烹じみたお店じゃないでしょ。使ってる材料とか完全に割烹なんですよ。もっとこうね、フランクにざっくばらんに、本来やりたいなと思って、ね、料理もねこういろいろこう遊び心があってもいいんじゃないかなと。なんであんな金峰とかね、自分でつけたけど結構気に入ってるんですよ。これクマです。やっぱり臭みがないっていうのは上等なんですか？もう圧倒的ですね。臭みを消すっていうことは同時にいい香りも消えてしまうっていうことだけ、ツキノワグマだとオスかメスかがわからないっていうんですよね。別の取引だとまた違ってくるんだけど、ヒグマだとオスかメスがわかるんだけどっていう。へえ。オスかメスか分かると何かいいことあるんですか？メスの方が柔らかいんですよ。でネギは若干の臭み消しと香り付け、この中に酒と水を入れて低温調理の63度の中にぶち込んで、大体約2時間クマの筋肉の硬い繊維がほぐれて、ゼラチンもちょっと柔らかくなって食べやすくなるんですよ。減圧で調理するってことは水が入るってことなんですか？そうです。細胞の中に水が入ります。水菜も意外としゃっきりいけたなこれ。会話でちょっと透き通ってるの分かります？透明なの。きゅうりも透明なって分かりますね。てきめんですよね。茶碗蒸しの字ですか？どうですか？美味しいです。水釜大臣にはならなくていい。じゃあもう一杯いいですか？はい、もうお願い。しょうがない。ごめん、小鉢のスープ持ってきて。つむぶり。ブリとはまたちょっと違うんですよ。質はね、すごい似とんやけど。皮目も似とうけど、違うんですよ。バリバタチキン。メニュー見るぐらいやけ、
もう小田さんすいません、今日はちょっとこんな感じで原本よっしゃ間に合う。そんなにちんたらちんたら仕事しようわけないのにね。よかった。営業も頑張りますんで。よいしょ。こらしょ。黒マナガツオ。はーい。低温取るのな。福岡どこにあるどこであるんですか。マリンメッセ。マリンメッセ毎年やってるんです。毎年やるんですよ。7月のニョロニョロした感じ。でも美味しいんですよこれ。ものすごく。クジラこれ火入ってるんですか？僕がつける。あ、入ってますね。普通にクジラのさえずりやねって感じ。そうですね。でもこう相当調べてみたけど、正解がわからんのですね。そうなんですよ。諸説ありすぎて、70度ぐらいでやったんですよ。そしたらちょっとなんかクジラ臭が消えてないんですよね。さあちょっとまで終わったら調理入ってるからね。何時まで。M 響って言って NHK よっしゃよっしゃよっしゃ。東京学士聞いたことある。ここってください。でも会社も毎日やってますからね。あ、やってる？それこそ今日この話になるわ大体いやですね元々それに僕は感銘を受けてた、なるほどね。だから少しまあ要約すると頑張って達成できたらもう違うはい、失礼します。こちらですね、大間のですね、フルーツ株、甘鯛で出汁を取ったあんを発してます。振り抜けたことに嫌気で森さん、今日はありがとうございます。素直にやめたいっていう話で言ってた。最高やね。ごぼうとその金時人参が。しみもする。すいません。いらっしゃいませ。秋元さんハイボールハイボールから大丈夫ですか？シャルでやりましたね。なんかこう。全くこびない感じの味だね。硬派な曜日にぴったり。失礼します。これなんで？赤。アーネストワンじゃ大きすぎるわけね。全員使うことになるね。それで44万。
こちらですね、クジラのサイズですね、こうさっき炊いたやつですね、水菜と貝割れと、あと、まあ、お野菜をですね、必殺の減圧調理に施して、パリパリにした水菜と貝割れのカリカリカルパですね。こんなサイズで食べたことないんですが、すごく美味しい。結構やみつき系な感じなんですね。食べたいですよね。次はこれお刺身いただきます。まずこれ島味と関門だと。ちょっと言い出した何々ちゃんと何々俺もちょっと一瞬わかんない。あ、マス計算ですね。そうそうもう怯えて怯えて泣くぐらい。大丈夫。だから僕はもうずっと前から。山口の真フグ。これちょっと軽く炙ってる厚めに引いてるやつですね。そんなに深くないと思います。で、その上が島味。つむぶり美味しい。初めて。美味しいでしょ。こういうのなんか未だにちゃんとやってくれるの嬉しいですね。本マグロ、で、半モン、マフ、つむぐり、大葉の手前が島味。ママ切らないで。美味しいですか？何で食べるの？これも食べる。なんか新しい食材をこう出してきて面白いというか、毎回こう美味しく楽しくって感じで。猿と熊とアナグマとタヌキ。猿とか食べれるんですよ。全然美味しかったですよ。食べますよ。猿で出しとったら、猿の出汁が美味しかったんですよ。あ、食べたらね、妻さんね、モンキーラーメンか。お願いします。あ、やっぱり。もんねこれこの今日この後が熊ですから。はい。でラストですか？うん？熊でラスト。熊でまあちょっと締めにうどんかなっていう感じです。はい。熊です。この匂いたまらんっすね。オッケーオッケー。いける？いけるとこから行って。はい。現地調。ありがとうございますそれを嫌がるんですなんで？松田が。あるみたいです。いやでも僕はもともとどこまでそんな無理じゃないけど歯応えはすごいですよ。勘違いしちゃいけないのは健太郎さんで食べるところとよそで食べる熊は違うんだ。あ、でもちょっと熊の味した。わかるんですか？初めて食べる熊の味。低温で3時間ぐらいゆっくり火入れしたんですよ。ある程度の温度で長時間火入れしたら若干ゼラチンの軟化が始まるんですよ。月のワグマね、月のワグマ。月のワグマなの？
今回月の悪魔よ。月の悪魔だって大きいクマだって。大きいクマさんよ。どうだったまなちゃん。はるばる来たかな。板前さんの板前さんっぽくないので、見たことの通常の割烹料理屋さんじゃ出てこないような、いっぱい出てきますしね。本人の性格なんでしょうけど、驚かせようと常にしてるので、そういうことなのかなとは思います。まあでもロケンローラーですからね。まあバンドマンですね。料理の上手なバンドマンのイメージ。多彩な人ですよね、そう聞くと。まあ、量的な凝り性なので、家で料理してて作り方聞いてて、温度が3度違うっつって LINE でちょっと怒られたりするぐらい、今67度ですけどみたいな、64度で止めろっつっただろうみたいな LINE が来るぐらいいい感じのおいちゃんなので。熊出しうどんがうまい。美味しそう。割り下と、あとはもう熊。それはもうですかね。ファイナンスを勉強しだして金融。ないです。初めて。あ、じゃあ人生初熊いかがですか？でも痛みもないし美味しいね。痛みも全然ない。でもなんか噛んだ時に力強さを感じる。ああ、強いよ。やっぱ強いね、なんかね。甘いし、で油のところがやっぱ美味しい。他のもジビエ食べてみたい。大体やばいね。こんなに柔らかいんですよ。思ったよりは柔らかいからよ。その弾力がまた美味しいよね。味なんかな。そうね。それはもう熊よね。トロトロのネギが入ったと分かったよ。あれ下仁田ネギなんだけど、めちゃめちゃもうがっつり焼いたから中だけ使ってない。めっちゃ贅沢やな。トロトロやった。めちゃめちゃトロトロ。相当焼いてる。季節ごとの時期で大体僕は食べに来るの。ただまあ今回はね、月の悪魔って言われたんで、即決で絶対に来る後輩いると思ったんで、ああ大丈夫、行くっつって初めてですね。鹿イノシシとか鶴とかはね、結構鶴？食べるんですか？ああ、鶴一回食べたことある。鶴は僕も探しても持ってないって言いますもんね、やっぱ。なんかね、豊臣秀吉か誰かが鶴を食ったっていう記述が残ってる。歴史。どんだけ食べたんですか？アルマジロ食ったっす？アルマジロ食べた。アルマジロ結構うまいでしょ。カラスはあります。カラスはないね。どんだけ食べた？マカオでサソリの唐揚げ作ってる。サソリ食べたことないです。ワニの手ぐらいしか。あれ口の中切れる。純子ちゃんも食べていいな。何を目的に食べるんですか？いや、もうだって単純に食材としての興味ですよね。どういう味がするんだろうっていう興味で。やっぱ猿を最初に入れたのもどんな味がするんだろうっていう興味ですよね。スーパーで売ってないじゃないですか。純粋に興味なんですね。そうですそうです、本当に。はい。純粋に興味ですよ。ご飯も。ありがとうございます。どうもありがとうございます。正月のお料理もね、しっかり作りますんで。ああ、そうですね。楽しみにしてください。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。何が美味しかったですか？最後に食べたやつ最後に食べた熊のやつね。熊のうどん食べたことある抑えてなかなかいないと思う。ありがとうね。ありがとう。どうも。どうもありがとうございます。よろしくありがとうね。どうも。どうもありがとうございます。すみません、ごめんなさい。ありがとうございます。どうもいただきます。身近で歌ってくれる。カラオケやけね。いやいや、カラオケやけど、やっぱなんか急にそこだけがライブ会場みたいになるやん。じゃあうまいんですよ。ね、みんながこう。もうしかも盛り上げ上手なんで。
みんながねうまく乗っかってくれるけ。いやいやもうありがたいことに。行くぜみたいな感じが大将さんってどんな人ですか？人はもう元気いっぱい熱血熱血熱血熱くないですか？仕事にも結構もうこう向き始めたらめっちゃもともとずっと日本料理っぽい店が良くて私はそれで何個か面接受けてで一番最初に多分連絡くれたのが大将。私もなんかまかないでお刺身が食べれるって書いてあったので、それで一人暮らしはなかなか食べれないし飯でくらいついて絶対お刺身は毎回あります。仲がいいって書いてあった。あ、仲がいいわ。めっちゃいい。あ実際仲いい。きっかけ来たね。いいね。いいですかね。いいね。うん。はい。いいですかね。はい。島味のかけるもの。前一回頼んで美味しかったはい。せっかくなら遊んでいこうぐらいの。大丈夫ですかね。女性でやけどそんな。女性がいてバイト終わってまかないですって食べるの見たら食べたいぐらい美味しそう。いや、まあその正直言ってやっぱケンタロウの仕事って大変やと思うし、あけて楽はさせてないと思って。でもジャン君さっきもお刺身全部説明してくれてよくできましたって言ってしまった。いやまあほらでもできる子たちだけね。あやちゃんこれお願い。はい。もう生ビール一杯飲んだりご機嫌よ。あよかった今日来てって思えるもん。よかったもう何よりそう言ってもらえるとやってる甲斐があるよね。そう言ってもらうとね。いや本当いやここに来て私食べれるようになったもの増えたもん。本当。ここでしか食べれないけどね。ここでは食べきらん。ここでは食べきらんよ。そうね。とリンゴ酢の酸味でちょっと酸味が勝つぐらいな感じで。酸味が勝つ方がより。あマジか。日本の大学生の少女は小僧をやってる。じゃあうどんも日本だからいいんじゃないですか。普通にうどんの方が有名だからじゃないの？そうなんですか。あ、あるじゃん。スケさんとかさ。ありがとうございます。飲もうね。そうやね。なかなかね最近ね。新年会しよう。あ、新年会しようかね。年内はもうパツンパツン。年内パツンパツンだね。今からね。新年会ね。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。かわいいお土産です。こっちもこっちも。一緒一緒。ありがとうございます。どうも。良いお年を。良いお年を。ちゃんが一生懸命働いてくれてる。これ大将から3人で食べに行って3人1、2、3人2人になってる。うまっ。遊びタイムです。帰りたい。俺は一応取ったけど、これもう今から俺がバキバキに食べたいからやらかくして。同じ料理人の方から見て大将どんな方ですか？大将ですか？マニアックですよね。基本があっての、アレンジがすごいですよね。基本からアレンジまでが結構飛び越えて、もうねすごいもん作ってくるんで、発想やっぱ発想が違うんですね。研究所とかラボみたいな。でもそうかもしれない。柳井さんのとこは真面目に言っちゃったらやけど、ここの店を通してまあね、こうお客様もそうやし、あの子たちもそうやし、みんな業者さんもそうやし、なんかみんながこうなんか良くなるっていうか、ここで食事して楽しんでもらうことによってなんかそれがこうちょっとこういい方向に行くみたいな。楽しかったね、明日も頑張ろうとか、なんか、ここでなんか出会いがあってそこからお付き合いが続いていい方向に行くとか、何でもいいけどこう自分の仕事を通して自分に関わってくださる周りの皆さんがこうちょっとでもいい方向に行くといいかなっていうのがもう僕の、なんかこう目標かなと思いますね。
いつ行ってもなんかこうここの店にはなんかあるなっていうふうに思っていただかないと、なんか真面目な話してね。そうですよ。なんかたかだか料理ができるバンドマンごときがさ真面目な話しちゃってうっかり。